あ、寒っ。風吹いたら寒い寒いもん。あったかい風が出てきました。はい、めっちゃあったかいです。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、シートのクッションを包み込む布、何年証明付きのものですね。それのサンプルが届きました。5つ教えてもらったやつね、全部サンプル取り寄せたんですけど、全部紺色系統のやつを取り寄せたんですが、これなんかちょっと黒いし、これもちょっと薄いし、これは緑がかってるし、これはヤンキーみたいやし、これは薄いし、って感じですよね。まあ値段的にはね、これ、まあ安いんですけど、これが一番薄くて、ちょっとシートには向かないかなっていう感じですよね。で、これはチンチラ張りみたいになっちゃうんで、こんなん貼ると、ね、ヤンキーみたいになっちゃいますよね。そして、これなんかは比較的柔らかくて丈夫そうで、いいんですけど、色緑がかってるんですよね。紺色系統が良かったんですけどね。一番紺に近い色ということで送ってもらったんですが、緑なんですよね、どう見ても。そしてこれは色がかなり薄いのと、すごく硬い。これはね、ミシンで縫えないんじゃないかという話もあります。家庭用のね。まあ業務用のミシンだったら何でも縫えるんでしょうけど、そんなのないので、薄い色なんでね。そしてこれはね、布的にはかなり丈夫で、そして縦横の柄も分かりにくいのでね、縦横うまく使うと布が少なくて済むのかなという気もしますよね。で、これを持ってね、手芸の得意な友達に相談してきました。これが一番やりやすいんじゃないかという話ですね。柄的にはね、こういう柄の方がいいのかなと思ったんですけど、なんせミシンを初めて使うので、まあどれやってもね、うまくいくのかどうなのかわかんないですが、この中からどれかを取り寄せて、クッションのカバーですね。それと、ベッドのマットのカバー。それを作りたいと思います。まあ、ちょっと時間かかりそうなんで、まあ、その間に他のこともやっていきたいと思います。はい、最近ね、ちょっと寒くなってきましたね。作業するのもね、寒いんで、まあエアコンもあるんですが、FF ヒーターを取り付けましょうかね。キッチンのこの辺ね、もうつけていこうと思ってるので、この中に収まる FF ヒーターですね。これをつけときたいと思います。穴開けします。もうちょっと前につけてもいいかな。この辺。右手でやらんと。FF ヒーターの穴なんですけど、ここ、ね、板が何重かになってて、間に断熱が入ってたりするんで、とりあえずね、断熱のパテ、水とかもね、入ったら嫌ですし、こんな感じでどうかな。
そしたらこれ乾くまでスロッと当たらんようによいしょ。この電源線も黒だけちょっと届かなかったんでね、黒こんだけしかついてないんですよ、アースはね。でこれつなぎます。これでこの裏はとりあえずいけたかな。FF の温風の吹き出し口の高さが少しキッチンの台にかぶっちゃうんで、2センチほど高さを上げるために板をかますことにしました。FF の燃料ポンプのカチカチ音って結構うるさいじゃないですか。前のハイエースの時にね、一回やってすごく効果があったので、その方法を今回もやりたいと思います。前のね、ハイエースの時の動画は FF の燃料ポンプのカチカチ音対策という動画でね、上げてますんで、そちらもよかったらぜひ見てください。ポンプの方はね、もうクッション材でくるんで準備ができてます。塩ビパイプの長さもポンプの長さプラスジョイントのゴムの長さ分で切ってます。塩ビパイプはね、これ 50mm のものを使ってます。でこれがこのコネクターがちょっと入りづらいね。やたら出っ張ってこれじゃ抜けちゃうんか。ここをロックしとかなあかんね。ただちょっとこの出っ張りが非常に邪魔なんでカットします。これで入りそうやね。こっち側が下側になるんで、ここちょっと水抜きの穴を開けときます。
万が一水が入った時のために一番下に来る部分ね、一番下に来る部分穴開けときました。よいしょ。そしたら入れていきましょう、ケースにね。こっちがどうした書いたかな、なかなか分かりづらいな。ここが上のラインね。よいしょ。そしてこっち側は接着剤つけちゃうと万が一ポンプ故障した時に困るので、こっちはね開けれるようにしときます。変性シリコンちょっと透明がないので白ではい、そしたらポンプも取り付けていきましょう。燃料タンクからの燃料の取り出しとパイプをここまで引っ張ってくる作業の方は第38話オフグリッド機器を丸ごと車へっていう動画の中で作業してますんで、ぜひそちらも見てください。よし、止まりましたね。これもこの辺でちょっと伸ばしといてつなぎましょう。はい、一応ハンダ付け。よいし
一応防水テープ。これ間に2本線束ねるときはこれ間に一回巻いといていかんと線と線の隙間から水が入っちゃうんでね。よいしょよいしょ。はい、こっちもそして絶縁テープはちょっと丈夫なやつ、ねちょねちょになれへんテープ巻いときます。そしてここ寒風吹いたら寒い寒いもん。よいしょ。OK。で、こっちがかなり熱くなるんで、耐熱。ちょっと手がチクチクするやつ。これね。はい、耐熱ガラステープときました。これ何度までいけるのかな。ヒーターにとりあえず使えるテープなので、ここに貼っても大丈夫なはずです。よし。こんな感じかな。とりあえず、つきました。よいしょ。
手動給油モードに切り替わりました。必ず説明書を見ながら、給油量に注意しながら行ってください。あ、ポンプ動き始めましたね。あ、燃料がちょっとやってきた。はい、燃料が回ってきたんで、開始されました。運転を停止する際は、再度電源ボタンを押してください。設定温度モードに切り替わりました。設定温度によってヒーターの出力と給油量を自動的に調節します。Welcome to use parking heater.あったかい風が出てきました。はい、めっちゃあったかいです。今回ね、5kW の FF ハイヒーターつけたんですけども、はい、あったかいですわ。ハイエースの時はね、2kW のつけたんですけど、結構ね、ハイエースで 2kW だったら、あったかすぎるぐらいだったんで、今回は 8kg つけようか 5kg つけようかと思ったんですが、 5kg で十分かなと思ってね 5kW にしました。で、前のやつよりね、リモコンというかコントローラーも進化しててね、ワイヤレスのリモコンなんかもついててすごく良くなってますね。これコントローラーでしょ。で、これリモコン。これはどうやって切り替えるんやろ。ちょっと説明書見んと分からへんね。まあこの車軽油なんでね、燃料タンクから取ったんですけど、いちいち燃料別にね入れなくてもいいので、すごく便利なんですよね、この FF ヒーターね。暖房ね、やっぱり火があった方がいいですよね。電気の暖房ってあんまりあったかさを感じないというか、寂しい感じじゃないですか。 FF ヒーターがつきました。めっちゃあったかい。ハイエースのやつよりかなり大きいやつがついてるのでね、あったかいです。今回はここまで。また次の動画でお会いしましょう。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。